ピンクブルー島のロゴを作ってきました。結構いい感じじゃない？ピンクとブルーにリメイクしたサイロ。これ置かないとね、やっぱり。こんにちは、ちささこです。今日も島づくりの続きをやっていきます。今回は広場から飛行場までの島のエントランスになるエリアをドーンと作っていきます。島の名前のピンクブルー島にちなんで、ピンクとブルーをテーマにした華やかで可愛らしい雰囲気のエリアを作ろうと思ってます。では本編始まります。まずは今回作る場所を地図で確認していきます。イラストの構想図と比べるとこんな感じです。飛行場の前に崖を作って玄関口を作り、広場の前は橋を架けて通信した時にアイテムを交換したりできる交流スペースのような空間をつなげていこうと思っています。じゃあ早速島クリエイトから進めていきます。とりあえず飛行場前に一段だけ崖を作って当たりだけ取っておきます。続けて広場の前の川も掘っていきます。橋は広場の雰囲気に合わせてレンガの橋を使うことにしました。ざっと飛行場から広場までの流れがこんな感じです。結構広範囲ですね。後日橋の工事が終わってこんな感じです。まずは広場周りを飾っていきます。ぐるっと囲むように道を敷いていくんですけど、広場のレンガが大きく広いのでのっぺりした印象にならないように丸く敷いていくことにしました。アーチタイルの道と石畳を使っています。さらに花壇も作っていきます。この花壇にはピンクとブルーの花をたくさん植えようと思っています。お、珍しい2人が喋ってる。おいよ、100億ベル。何その話、聞いたことない。ド派手に金を使いまくる。意外。そんな感じな KPI その壮大な夢 KPI って相当すごいな。あら、ゆきみさんもそんな感じなの？合流したい。ちょっと待って、この札束風呂って何？これ選んだらなんて答えてくれるんかな。優しい。めっちゃ乗ってくれるやん。かわいい。何その顔。持って。かわいい。何？二人ともニコニコして。なんじゃこのほのぼのした会話。いや、これがどうもりの醍醐味ですよね。花壇は少しだけ低木とピンクと青のヒヤシンスを交互に植えます。全部植え終わってこんな感じです。大きな派手さはないんですけど、シンプルで可愛くていいんじゃないかなと思います。次に交流スペースを作っていきます。まず木を植えていきます。ピンクを基調にしたポップで可愛い感じにしたいので、さくらんぼと桃の木を植えています。こんな感じで真ん中は開けています。家具も少しですが置いていきます。橋の両サイドに貝殻の噴水と、あと白の街灯を木の中に馴染むように置いていきます。それから道もつなげていきます。この手前の道は隣のたぬき商店エリアからつながる道と、あと飛行場から交流エリアまでの道も作っておきます。さらに家具を足していきます。まずこのアイアンガーデンベンチと、ガーデンベンチと同じ左右対称になるような感じでテーブルと椅子も置いていきます。交流場所周りの家具は白で統一してみました。
この真ん中のエリアはアイテム交換などのために開けておきたいんですけど、何もなしじゃちょっと味気ないのでテラコッタタイルを敷いてみました。ちょっとテーブルの位置を整えて、この交流スペースも広場周りと同じようにピンクと青のヒヤシンスを植えていきます。めっちゃ公園みたいになったな。で、ちょっとやりたいことを思いついたのでタイルを一旦片付けています。今度はレンガの道を長方形に敷いて、で画像をマイデザインに変換できるウェブサイトを使ってピンクブルー島のロゴを作ってきました。これをど真ん中に敷いていきます。結構いい感じじゃない？マイデザインをこんな感じで使うの初めてや。ちょっとポツンとした印象だったのでレンガの面積を広げることにしました。ザ・エントランスって感じで、ちょっとレンガばっかりだとオレンジの色の主張が激しいので、逆に道をテラコッタタイルに変えて、あとお得意のこの丸の敷き方で自然につながるようにしてみました。交流スペースは結構実用性のある感じで作ってみました。で、次は飛行場周りをレイアウトしていきます。まず崖を2段に増やします。門の代わりになるような高い仕切りになってほしいので、崖には木もたくさん植えるつもりです。滝も掘って見上げるとこんな感じです。じゃあ崖に木を植えていきます。ここにも交流スペースと同じようにさくらんぼと桃の木を使ってみました。あんまり家具を置くつもりはないので木を多めに植えていきます。低木もいい感じに植えていきます。木を植えてかなりインパクトが増したんじゃないかなと思います。ちょっとさくらんぼだと可愛すぎたのでなしに変えてみます。こっちの方がしっくりくるかな。広場への道しるべとオスとメスのフラミンゴを向かい合わせに置いてみます。それから全体を柵で飾っていくことにしました。洋風の柵を使ってみてるんですけど、ちょっと色が重い印象ですね。柵といえばハロウィンの柵あるじゃないですか。あれめっちゃ楽しみで早く欲しいんですけど、なかなかレシピ集めができてない状態です。柵もっといろんな種類欲しいですよね。ちょっとしっくりこなかったので、丸太の杭に全部変えようかな。この丸太の杭、この家具じゃなくて普通に柵として欲しいな。一個一個作るのめっちゃ大変ですよね。こっちの方が色が全体と調和してる気がします。フラミンゴちょっと目立ちすぎやからやめて街灯を配置していきます。全体にまんべんなく置いて花も植えていきます。だいぶ華やかになってきました。さらにバードバスと入り口にはデコイ、丸太のベンチ、陶器のジャグ、あとこっちにもベンチを置いて、崖上に木馬、ちょっと色が全体に淡いのでアクセント代わりによくある庭石も置いてみます。ほぼ完成に近づいてきたんですけど、最後の微調整をしていきます。テーブルたちの位置をさらに整えて、より中央に寄せようかな。あ
とさっきのフラミンゴたちはこっちに置くことにします。よし。でこれで終わりやと思ったんですけど、編集しながらちょっとどうしても置きたい家具を思い出したので別日に収録しています。それがこのピンクとブルーにリメイクしたサイロ。これ置かないとね、やっぱり。だいぶ良くなりました。じゃあこれで終わりたいと思います。